一人目の出産の時、骨盤が割れる音がした気がした。体中を鈍器で無限に殴られるような痛み、永遠に終わらない拷問を受けながら、それでも立ち向かわねばならない試練。死ぬかもしれない。本気でそう思った。兄弟は作ってあげたくて妊活したけど、出産のことを考えると恐怖だった。夜な夜なスマホで無痛分娩の事故を調べて、画面を閉じるたびに涙があふれた。痛みから逃げたらこの子に愛情を持てないのかって、何度も自分を責めた。私は母親失格なのか、そう思った夜もあった。誰にも言えない孤独の中で、私は必死だった。そんな時、久しぶりに偶然会ったママ友が言ってくれた。大丈夫、産むのは私たち自身だから。その言葉で私は救われた。そうか、逃げじゃない、選択なんだ。麻酔の針を刺されるとき、覚悟はしていたはずなんだけど、背筋に冷たい恐怖が走った。すでに少し始まっていた陣痛はしばらくするとスーッと引いていった。だけど完全に痛みは取り除かれるわけではなくて、数時間後、子宮口が開いてくるにつれて痛みが増していった。いよいよ出産が間近となり、分娩台へ向かうため病室から歩き出した。足取りは重く、一歩一歩痛みと覚悟をかみしめながら歩いた。お願い、この子だけは無事に。そう祈るしかなかった。陣痛の痛みは自然分娩よりも和らぎ、会話もできる程度で耐えられるレベルだった。もし痛みが強くなれば追加で麻酔を投与してもらえる仕組みだった。でも赤ちゃんが生まれるおよそ15分前からは、無痛のはずが骨盤が砕けるような激しい痛みに変わった。麻酔のせいでうまくいきめず、赤ちゃんに何か影響が出るのではという不安がよぎる。それでももう自分はどうなってもいい。赤ちゃんさえ無事に生まれてきてほしいという覚悟で、力の限り必死に生きんだ。同じ産院で2人目を無痛分娩で出産したママ友は、ほとんど痛みを感じなかったと言っていた。でも私は分娩台に上がってから自然分娩と変わらないほどの壮絶な痛みを味わった。無痛でも自然でも、痛みがあってもなくても、この子を抱いた瞬間、涙と愛しさで胸がいっぱいになった。出産の方法に正解なんてない。母になる道を選んだ全ての人が尊いと思う。